何もしていないのに警察に自宅を包囲されたらあなたはどうしますか？ 2011 年12月28日、アメリカカンザス州ウィチタマコーミック通りに立つ白い一軒家からは家族団らんの声が賑やかに響いていました。パパ、この間のクリスマスケーキとっても美味しかった。早くまた食べたいな。そうかそうか、次も何かお祝いの時に買ってこような。楽しそうに笑い合う子供たちをにこやかに眺める男性の名はジョンソン。彼は2人の子供を育てるシングルファーザーで、自身の母親や姪も含めた大所帯で暮らしていたんです。仕事と育児で忙しい日々を送るジョンソンにとって、年末休暇を家族と過ごすその時間は何にも代え難い幸せなもの。しかし実はそんな家族の幸せも長くは続かなかったんです。この家で間違いないな。家族が笑い合う中、ジョンソンの自宅を取り囲むようにして潜んでいたのは厳重な装備で武装した黒ずくめの集団。彼らの正体はなんと警察特殊部隊スワット。はい、殺人犯はこの中です。緊張感をあらわにそう言い放ったスワットの隊員。ごく普通の一般市民に見えるジョンソンが本当は凶悪犯罪者だとでも言うのでしょうか？違うんです。彼の自宅がスワットに包囲されている理由は、たちの悪いいたずらだったんです。家族水入らずの幸せな時間に忍び寄る特殊部隊スワット。一般市民にしか見えない男性がスワットに狙われてしまった理由とは？現代社会に横行するその手口は、全く罪のない人間の命を奪いかねないんです。おそす、まだまだ仮のスタジオだよ。もっとすげえことになるから。ケンちゃんです。11月に入って寒い夜はジンジャーハニーミルクがおすすめ。チクチクやみやみこです。はい、というわけでですね、皆さん、まだまだ仮のスタジオなんです。仮住まい。仮住まいです。やっぱり、闇小鉢もちょっと安定した安寧の地に早く降り立ちたいわ。安寧の地、でも場所は変わんない。ここがもっとアップデートされるって話なんで。じゃあちょっと快適な住まいを早く作ってね。手伝えよ。手伝えよ、お前。闇小鉢のお願い。本日ご紹介するのはアメリカカンザス州で起こった胸クソの悪い嫌がらせ事件なんです。この事件ではですね、何もしていない男性の自宅をスワットが取り囲んでしまうというね、よくわかんないことが起きちゃってたんですよ。なんかさ、スワットってもうほんと研究自体なんか、テロリストが襲撃してきたとか、そういう時にしか出動しないイメージだけど、嫌がらせで出動するとか可能なわけ？どういうこと？男性の自宅を襲った異例の事態は、一時の感情に任せた幼稚な動機によって引き起こされたんです。犯罪者にされた男。2011年12月28日、アメリカカンザス州最大の都市ウィチタ。さあみんな、夕食の準備ができたわよ。やったー、もうお腹ペコペコだよ。閑静な住宅街に立つその一軒家から聞こえてくるのは、明るく談笑を交わす家族の声。元気よくはしゃぎ回る二人の子供の様子をジョンソンは微笑ましそうに眺めていました。おい、お前たち、おもちゃを片付けてからだぞ。ジョンソンは二人の子供を育てるシングルファーザー。その他にも自身の母親や姪と共に暮らしていました。呆れたように笑いながら、子供たちが出しっぱなしにしていたおもちゃを片付けていたジョンソン。これから家族水入らずの夕食が始まる。そんな穏やかな時間がそこには流れているはずでした。しかし、外で何かあったのか？ふといつものこの時間には真っ暗な窓の外が妙に明るいことに気がついたジョンソン。そして窓から外を覗くと同時に、彼はその場の光景に思わず息を飲みます。ジョンソンが目にしたのは、自宅周辺にごった返しているパトカーや消防車、救急車の数々。何よりジョンソンが目を疑ったのは、スワットが家の方へ銃を向けていたこと。ジョンソン何もしてないのにマジで普通に銃殺されそうな勢いじゃない？今。下手にね、動くこともできないし、家の中にはね、小さな子供もいるっていうわけでね、ほんとどうすればいいかね、めちゃくちゃジョンソンも判断に悩んでいたみたいなんです。パパ、どうしたの？早くご飯食べようよ。ああ、お前たちは先に食べててくれ。何も知らない子供たちに震える声をどうにか抑え、そう答えたジョンソン。一体なぜ彼の自宅はスワットに包囲される事態に直面しているのか。事の発端はこの数時間前まで遡ります。よし、命中だ。俺様が全員ぶっ殺してやる。事件が起きる数時間前、アメリカ・オハイオ州のとある民家で楽しげに声を張り上げていたその少年はケイン。彼が PC 画面にかじりつき、夢中になっているのはオンラインシューティングゲーム、コールオブデューティーワールドウォー2。第二次世界大戦を題材にしたこのゲームは、この1ヶ月前に発売されたばかり。多くの若者たちがこぞってプレイする中、ケインも日夜他のプレイヤーたちと切磋琢磨していたんです。そして、サンキュー、マイケル。今のはかなり助かったぜ。ケインがマイケルと呼んだ人物はリアルでは面識のないゲーム仲間。軽いもんさ。さあ、もう一戦行こうぜ。二人はそうやっていつもチームを組んでゲームを楽しんでいたんです。すごい楽しそうじゃない？これオンラインゲームでしょ？知らない人同士でもゲーム通してだと自然にコミュニケーション生まれて仲良くなりそうよね。そうとも言えるんですけれども、勝ち負けのあるゲームっていうのは、そう簡単にはいかないんですよ。
何事もなくゲームを楽しんでいたケインとマイケル。しかしある時そんな二人の間に空気を一変させる出来事が起こります。おいマイケル、どういうつもりだ。怒りをあらわにするケインの PC 画面にはゲームオーバーの文字が。そう、ケインとマイケルはオンラインマッチに負けてしまったのですが、この時の範囲はチームメイトを攻撃してしまうフレンドリーファイヤー。マイケルが誤ってケインのキャラクターを撃ってしまったために試合に負けてしまったんです。しかもこの時の試合は 1.5 ドルの賭け試合。憤慨したケインはツイッター上でチームメイトのマイケルを罵倒し始めるんです。クソゲーマーが、お前さえちゃんとプレイしてれば勝てたんだよ。お前のせいで 1.5 ドルがパーだ。するとマイケルは全く悪びれない様子で次のようにツイートしたんです。ちょっと弾が当たっちまっただけだろうが、1.5 ドルポッチで騒ぎやがってバカかお前は。一切謝罪しようとしないマイケルのその態度にさらに怒り狂うケイン。そして彼はついにその言葉を口にしてしまうんです。お前の家をこれからスワッティングしてやる。スワッティングってさ、そのスワットを悪用した嫌がらせってこと？というわけでここでね詳しく見ていきましょう。本日のメトラキーワード、スワッティングについて。スワッティングとは虚偽の緊急通報でスワットを出動させる嫌がらせのこと。オンラインゲームなどのコミュニティ内で距離のある相手への攻撃手段として考え出されたものとされています。近年スワッターと呼ばれるスワッティングを専門にする人物が発砲事件や人質事件などを巧みに装いスワットが出動を余儀なくされる事例が多発しているんです。スワッターは SNS などを介してターゲットに近づいて個人情報を入手し自宅へのスワッティングを行います。彼らは電話番号を偽装して犯行に臨むため犯人の特定は困難。警察や司法の取り締まりも行き届いていないのが現状です。スワッティングやれるもんならやってみろ。自分の住所などを知られっこないと高をくくっていたマイケルはケインがいくら脅しても動じることはありませんでした。しかし一方でケインは本気でスワッティングを実行に移そうと考えていたんです。そう、彼が当てにしていたのは界隈で有名なプロのスワッター。ケインは何十回とスワッティング経験のあるアンソニーというスワッターをツイッター上で探し当てます。ケインはすかさず嫌がらせをしたい奴がいるとアンソニーに DM を送りました。するとアンソニーからはすぐに返事が届いたんです。ああ、そいつの家をスワッティングすりゃいいんだな。任せとけよ。ここからアンソニーはターゲットとなったマイケルのツイッターをフォローし彼を挑発する DM を何通も送ります。味方を殺しちまうなんてとんだ下手くそだな。お前どこ住んでんだ？今からスワッティングしてやるから住所教えろよ。するとなんだこいつバカじゃねえの？やれるもんならやってみろよ。マイケルはこの時点でもまだ彼らの脅しを真に受けておらずアンソニーを煽るかのように自分の住所を教えてしまうんです。もうバカ。マイケルもさ、よくどこの馬の骨かもわからないやつに自分の住所なんか教えるわよ、本当に。そんなありえなくない？しかも相手も相手でさ、スワッティングするから住所教えろってあからさますぎてストレートすぎないくらなんだよ。それでもね、アンソニーは過去に何度もスワッティングできちゃってるっていうところがまあ怖いところなんですよ。こんな下手な聞き方でもね、住所を教えちゃう人が何人もいるっていうことなんですよね。その後、スワッターのアンソニーからターゲットの住所が手に入ったと連絡を受けた依頼主のケイン。さすが、やっぱプロのスワッターは違うな。彼はにやりと笑みを浮かべると、続けて虚偽の通報内容をアンソニーに伝えます。父親の頭を打った男が母親と弟を人質にして立てこもり、ガソリンを撒いて自殺しようとしている。どうだ、これなら絶対スワットが来るだろ？ああ、完璧だ。そこからアンソニーは図書館のフリー Wi-Fi を利用して IP 電話を使い、身元を悟られない状態で911へ通報。緊急通報を受けたスワットは本来ならマイケルの自宅へ向かうはずだったんですが、そうよ。最初のシーンでスワット取り囲んでたのはさ、ケインたちが狙ってたマイケルの家じゃなかったわよね。なぜか無関係の一家がね、スワットに取り囲まれる事態になってしまったんですけれども、この一家は果たしてこの状況を乗り越えられるんでしょうか。銃口の向かう先。2017年12月28日午後6時24分、スワッターのアンソニーから通報を受け駆けつけたスワットはカンザス州ウィチタマコーミック通りの民家を取り囲んでいました。この家は完全に包囲した。おとなしく出てくるんだ。そんなスワットの様子を窓越しに伺っているのは2児のシングルファーザージョンソン。ねえ、一体何の騒ぎなの？夕食の席についていたジョンソンの母もあまりの騒々しさに怯えた様子でジョンソンに尋ねます。ジョンソンはそんな母や子供たちを不安にさせまいと平静を装いつつこう答えました。よくわからないが外に警官が大勢来ているよ。でもうちは何の関係もない。話せばすぐ分かってくれるさ。そう言い残しジョンソンは一人玄関へと歩みを進めます。
玄関を一歩出た瞬間、ジョンソンを眩しく照らしたのはスワットが構えていた大きなライト。辺りを見渡すと四方八方に銃を構える黒ずくめの男たちの姿が。そのまま両手を上げるんだ。大丈夫。話せば分かってくれる。言われた通りに両手を上げたジョンソン。自分がすっかり犯罪者扱いされてしまっているその状況に彼は全身の震えを止められずにいた。その額には冬だというのに大粒の汗が滲んでいる。こちらに向かってゆっくりと歩け。35メートルほど離れた場所からでもスワットはライフルのスコープ越しにしっかりとジョンソンを捉えている。ジョンソンはごくりと唾を飲み込むと言われた通りにスワットの方へと歩き出した。俺は何もしていない。大丈夫。きっと分かってくれる。家族が家の中で不安がっている。早く誤解を解かないと。ジョンソンは心の中で何度も自分にそう言い聞かせていた。そして彼は歩きながらも自身が丸腰であることをスワットの隊員たちに伝えようとしていた。そう、ジョンソンが片手を下ろし着ていたシャツに手を伸ばしたその時だった。マコーミック通りに響き渡ったけたたましい銃声。それはジョンソンが玄関を出てわずか10秒足らずのこと。銃弾を受けた彼はその場に力なく崩れ落ちた。何？ジョンソン死んじゃったの？ゲーマー同士のくだらないいざこざのせいで？ジョンソンはね、武器をないことをアピールしようとしたんですけど、警察はそれをね、武器を取り出す行為と勘違いしちゃったみたいなんですよ。その後、ジョンソンは搬送先の病院で死亡。さらに犯罪者である可能性を疑われていた彼の家族は、大黒柱が亡くなった悲しみに浸る暇もなく、手錠をかけられ、警察署で事情聴取を受けさせられることに。こうしてゲーマーの権威たちが行ったスワッティングは、全く無関係の一般市民を巻き込む最悪の結末を迎えてしまうんです。そして気になるのは、どうしてスワットは権威たちがターゲットにしていたマイケルの自宅ではなく、ジョンソンの自宅へ出動したのかということ。それはマイケルが権威たちに教えた住所が、彼が以前住んでいた家のものだったから。その家にジョンソンの家族が引っ越してきたのはつい2年前のこと。一家は偶然にもその家に引っ越してきてしまったために、顔さえ知らない若者たちの小競り合いに巻き込まれてしまうことになったんです。スワッティングに関与した3人に判決が下されたのは、事件から2年後の2019年のこと。スワッターを雇った権威は懲役15ヶ月と2年間のゲーム禁止。虚偽の住所を教えたマイケルには懲役18ヶ月。2人に与えられた刑は失われた命に対してあまりにも軽すぎるものでした。一方、常習的にスワッティングを行っていたアンソニーは過去に行っていた50以上の罪状でも起訴されることに。最終的には懲役20年に加えて賠償金5000ドルと日本円にして75万円ほどの支払いを命じられるんです。もっと払え。ただしアンソニーは事件後も自身の罪の重さを一切認識しておらず、ツイッターで次のような投稿をする始末。俺がスワッティングしたガキの家がニュースに出てる。俺は誰も殺してない。銃を撃ったのは俺ではないし、スワットの一員でもないからな。アンソニーは全米17州以上に及ぶスワッティングを行っていたほか、小中学校への爆破予告も行っていた男。タチの悪い嫌がらせをこれでもかと繰り返してきた彼がまともな倫理観などを持ち合わせているはずもありませんでした。マジ何こいつ。人が一人さ、亡くなってるのによくこんな言葉吐けるわね、マジで。罪状がね、50以上っていうのがもうほんとすごいし、人にね、嫌がらせをして生きていくっていうことにね、喜びを見出してるわけじゃないですか。虚しくなんないのかなって思いますよね。スワッティングに関与した3人が罰せられるのは当然のこと。気になるのは、運悪くスワッティングに巻き込まれてしまったジョンソンを銃殺した警察官の処分について。実はこれに関し、発砲した警察官が何か罪に問われることはありませんでした。スワットは警察組織の中でも軍隊に近い性質を持つ特殊部隊。一般の警察が対応できない人質立てこもりやテロなどを専門分野としており、出くわせば即銃殺を余儀なくされる凶悪犯を相手にすることも珍しくありません。ジョンソンを撃ったのはスワットチームに所属していない警察官でしたが、スワットが取り囲む状況下での発砲はやむを得ない部分があったと判断されたんです。ただそんな司法の判断に黙っていなかったのが亡くなったジョンソンの母親。息子は全くの非武装なのに誤報で警察に殺害された。息子はゲームもしなければスワッティングという行為の存在すら知らなかったんです。ジョンソンの母親はそうやって警察の対応を非難し訴訟を提起。2023年警察とウィチタ市から500万ドル、日本円にして7億円以上の和解金が支払われることに。また事件を受けてカンザス州は新たに反スワッティング法案を可決。死者や重傷者が出るような悪質な偽通報を行った者に対し10年から41年の実刑が義務付けられることに。一般市民が当たり前に銃を所有するアメリカではスワットの出動が必要となる凶悪事件が日夜起こっています。そんな社会の中で全ての通報の真偽を見極めるのは容易ではありません。時代を経るごとに社会の風潮やテクノロジーを利用し様々に生み出されていく犯罪の手口。そうやって新たな犯罪の手口に出くわすたび人間の悪意の底知れなさを思い知らされます。